第2弾日本語虎の巻。はい、始まりました。日本語虎の巻、虎です。あきこです。みゆです。このポッドキャストは日本語教師のまきこと高校生の虎とでお送りしております。みゆちゃんもいます。はい。はい。今日はね、前の第2弾って言いましたけど、はい。言わされましたけど、はい。今回、入りも全部僕がセッティングということで。今日はこのオープニングトークっていうのかな、こういうの。は、ちょっとカットとかなくして、いきなり本題に入ります。いきなりね、もう本題から切り込んでいこうと思うんですけど、皆さん、僕たちのこのポッドキャスト界で、もう大いにバズりにバズっているとあるエピソード。初回の伝説のエピソード1なんですよ。はい。で、伝説のエピソード1。はい。日本の学校について語りましたよね。校則の話？はい。で、本日は、ゲストでね、みゆちゃんがいらっしゃるということなんで、しかも、入りのね、第2弾というのを絡めて、はい、第2弾。アメリカと、日本とアメリカの学校制度を比べてみた。それ前ちょっと似たようなことやったけどね。ある意味それも第2弾だけど。はい。でも、それでも、日本の現状は俺が一番わかるし、アメリカは、とりあえず、みゆちゃんがね、しばらく行って、今帰ってきてるんで、そこで教えてもらおうかなっていう。はい。私はジャッジですか？ジャッジっていうか、コメンテーター？はい、コメンテーターですね。別に、そういう判定とかすることではないです。はい、それでは、ちょっとこれ僕がちょっと一個議題に挙げたいものがあって、前回、校則が、日本はちょっと校則が厳しいよねとか、そういうことをね、前回第1話では話したと思うんですけども、最近ですね、校則が変わるかもしれないっていう、そういう手続きができるようになったよっていうことが言われまして、はい。なんですけど、やっぱ俺が思うに、日本は結局口だけなんですよ。結局変わんないことになったの？いや、どうせだからあれなんだって、だからそうやって言うには、多少のことは目をつぶるんじゃねえかと俺は信じてました。じゃないとだって矛盾が生じるからね。はい。だから多少のことは目つぶるんだろうなと思ってたんですけど、ついこの間球技大会の時ですね。僕の学校では球技大会って言って、男子はサッカーっていうかあれか、フットサルとバレーボール。女子もバレーボールあるんですけど、女子はバレーボールとドッジボールっていう風に、そういうクラスの団結を深めるっていうか、そういうので、行事があるんですけど、そこで、クラスで、体操服を着るんじゃなくて、クラス別で、自分たちの T シャツを作るんですね。それクラ T って言うんですけど、それを、要は僕は、その球技大会当日の時ね、去年は、着てっていいんですよ。着てってよかったんです、全然。それ着て学校に行ってもよかったんですけど、今年はですね、着てったら、校門の前で、お説教されまして、秩序が乱れるということらしいです。それについて、ちょっとこれはいかがなものかと僕は思っているので。超バカバカしいよね。だってクラティ着てってよかったんでしょ？去年まではよかったの？そう、去年まではよかった。今年から急にダメになったの？はい。それの理由が何か分かりますか？それを言われてたの？ダメって。ダメとは言われてたの？着てちゃうんだよって。で、後ろとかにも掲示されてたでしょとか。プリントの終わりの方に書いてあったとか言って誰も気づいてないみたいな。そう。だから、大概の生徒は別に着てってもいいもんだと思って、すごく怒られてましたね。いっぱい。そもそもさ、制服のないさ、外国のリスナーさんからすると、全
全く意味のわからん世界だと思うよね。次元が違うじゃない。まあ別に制服をさ否定するわけでもないけど、まあ日本の制服文化はいいと思うよ。まあそれはそれで別にいいと思うんだけど、なんだろうね、こう規制がやっぱさ、なんかこう変えるって言ってさ、結局変えないまあっていう、まあ日ね。本の典型的なパターンだよねっていう。あとなんか意味のわからん校則がたくさんあるみたいだね。それこそいっぱいあるよなんか例えばその部活の服だったら着てってもいいじゃんとか、ジャージとかね。冬とか寒いからさ。けど校門に入るときは絶対制服じゃないといけないとか謎のルールがあって、それ意味わからんよね意味わかんないでしょ。だからそれを、だから部活のそのウィンドブレーカーとかジャンパー脱いでか、その上から学ラン着てじゃあ校門入ってって。だから学校の周りはその高校の生徒であるっていうことを示すために、だから校門で先生が見てるのかな。だから制服で入ってこいってことなんじゃない。それが意味ジャーわかんない。ジで入ってくるなってことね。でもジャージだってその学校のものでしょと思うんだけどさ。でもジャージじゃなくて、普通にジャンバーとか着てっちゃいけない理由がそう、それわかんない。もわかんない。クソ寒いのにさ。そうでそれで俺らが風邪ひいたら先生が責任取るのっていう話じゃん。それでもだからニュースになったからだいぶ変わりつつあるじゃん。だって昔そんなのさ、そのジャンバー着てきちゃいけない、コート着てきちゃいけないってさ、昭和の時代のルールだからさ。それはもっとそう気候がもう違うじゃん今って。で気候変動でさ、それこそ夏は40度になるし、だからそうなったらなかなか学校も夏休み行けないしさ、それこそジャージで来ちゃいけないとか体操服で来ちゃいけないってもう言えないからさ、制服の方が暑いじゃん。だから体操服もそれ本当はシャツをズボンの中に入れなきゃいけないっていう気持ち悪いなんかルールがあるんだけど、それも外に出していいとかさ、それで涼しいからわかんないけど、だったらタンクトップでいいじゃねえかと思うんだけどさ好きな格好で来させりゃいいじゃねえかと思うんだけど、そうだよね。だったらなんかさ、そう服装が例えば、まあ、それはまあ過度なものはいかんよ。なんかすっごいさ、すげえもうでもさキンキンキンアメリカはどうなの。その過度で来る子いるの。でもなんだっけ、ショルダーオフショルダーみたいなので着ちゃいかんみたいなのはあったりするんでしょ。もう別にオフショルダーって何？肩出してる子でしょ。基本的に何でもよくって、そうでしょ。ただ、ズボンだね。別になんか上の服は何も言われないかも。意外となんか腹出しとかじゃなければいいと思う。女子とか特にね。でもちょっと出てる子とかももういるんでしょ。まあもうそういうのはもう見流してくれるけど、やっぱりズボンが一番厳しいかな。ズボン。ズボン男子は確か膝より上はダメなんじゃないかな。は多分半ズボンはダメってだけ。なかなかしょうもないルールがある、ね。いいんだけど、うん、こう膝よりも上はダメだった気がする。何が？なんでダメなの。わかんない。アメリカも結構ダメなルール、意味わかんないルールあるね。女子はこう、気をつけして、手先よりも短い短パンはダメ。短パン？短パンスカートなんだはスカートはスカートも多分ダメだと思う。スカートもダメなの？じゃないかな。厳しいね。でもケンタッキー。多分そのそれチェックとかするの？される。なんか全員廊下に並ばされて、こう気をつけさせられて、でも短くってもちょっと下げてとかは言われる。なんかやっぱり上げる子がいるから、なんか知らんけど足出したいんだよね、アメリカ人って。だからめっちゃ上げてる子とかがいるから、それは下げてって言われることもあるけど、たまに着替えてきてって言われてる。でもあれだね、でもさ、日本もさ、こう、あれだけどさ、女子とかは結構スカートまくってるじゃん。ここでグーグーってなんだろうね。短い方が可愛いからね。そうだね。まあ、あんまり、ロンスカはさ、どっちかっていうとなんか昔の昭和のさ、女ヤンキーみたいなさ、レディースみたいな感じじゃん。昭和をバカにしすぎですよ。いや、じゃあそうじゃんって。でも実際。まあね。まあ何年前の話だってなるからね。そう。よりやっぱ短い方がやっぱ今はさ、こう、まあ可愛いっちゃ可愛いって可愛いですねいう風潮じゃん。それとさ、なんか、じゃあその日、まあだから、競技大会の日は別にみんながみんなね、クラティを着るから別に、じゃあどうしてそれでじゃあ秩序が崩壊するってか、崩れるのかって俺知りたいんだって。まあだから、まあ、それは秩序が崩壊するっていうか、まあそうやって言って難しいな。ただ言い訳じゃない？まあ
秩序が崩壊するってすげえ難しいけど、うん例えばアメリカでね、そのなんだっけ、私服だから何でもいいよってしちゃうと本当にとんでもない格好で来ちゃう子が来るかもしんない、いるかもしんないじゃん。うんクラブに行くのかお前はみたいな格好で来ちゃう人がいるかもしれないじゃん。うんそういうのとかキャンプに行く格好なんですかっていうさタンクトップとさ、うん短パンで来ちゃうかもしれないじゃん。とかそういう子が出てくると、たくさん出てくると、それはその場の秩序が乱れるからやめましょうねっていうのはわかるけど、まあ、日本はそれに輪をかけて真面目に、だからもう日本はとにかくみんな同じ格好をして同じのを好むじゃん、うん全員同じで着てくださいっていうのを。うんだからそのクラスごとの別々の T シャツで来ると、あの子たちは一体どこの学校なんだって思われるのが嫌なんじゃないの、学校側からすれば。なんか知ったこっちゃないよね別に。それでさ、知ったこっちゃ事ない故ったら事故ったり、それはさ、別にさ、止められてさ、ほんで怒られるから別にじゃあ君どこここって言われてさ、言われて。事故じゃないけど、その学校の学生っていうのをこうカテゴライズしときたいんじゃない？なんかそれって意味わかんなくない？だって別にカテゴライズしたところでさ、意味わかんないです。意味わかんないです。でしょ。意味のある校則はありません。いや、わかる校則は、なんか俺、ま社会は意味のないことで成り立ってるんです。あそれはわかる。だからまあそれに反抗心を抱くのが多分反抗期だと思う。いやーね、まあそうだね。親とかには俺はもう反抗しないよ。父親以外。まあ高校生ぐらいの時はまあそういうことを思ってた。なんでこんなバカなことをやらされるんだろうとか、なんでピアスダメなんだろうとか、いろんなことを思ってたけど、社会に出るともっと納得のいかないことだらけで、なんかもうどうでもよくなった。なんかだって、あれじゃん、多分海外のリスナーさんとか多分さ、あれだと思うけどさ、だって学校にさ、ミュータに聞きたいんだけどさ、学校にピアスつけてるってるやつがいる？ほぼ全員つけてるよ。それはもう逆に問題。アメリカはね。ちょっと待って、それは逆に問題じゃん。アメリカはね。まあほぼなんか全員がつけてる。いいところと悪いところがあるね。まあ、アジアは多分最もそういうのが厳しいなんか地域とかだったりするんだね。いや、欧米は多分いいんだろうけど、なんか、教会的にちっちゃい頃から開けなきゃいけない人が多いからそうそうそうああ、なるほどね。まあ宗教的な。そういうの関係で開けてる子はたくさんいる。そうそうそう。あと日本は本当さ、日本人ばっかりの学校で日本人だけとかさが多いから、まあ宗教一個しかないからね。そんなこともないけど、まあだけどなんかこうやっぱこう島国だし、こう一つみんなが同じ格好一つであることを好む傾向があるんでしょ、日本っていうのは。でアメリカはその人種のるつぼというか、いろんな人たちが集まってるっていうの、そういう国だから、いろんな個性があってそれを良きとしてる国なんじゃないのっていうのは思う。なんかそうだよねって、なんか、あとはさ、まあうちの、この、県っていうか、愛知県。そう、愛知県ではさ、やっぱ、で、一番賢い高校は、やっぱ別に、多分別にまあ私服だし、まあ、別にピアスしてても多分問題ない。岡校とか何でもありあれだよね、あそ他校こ。とかってあれだっけ？あそこピアスもしていいし、制服あるよね。制服はあるんだけど、髪も染めていいしとかだったと思うよ。愛知で一番頭いいとこは私服でパーマもしていいしピアスもしていいし髪も染めていい、全然何でもしてる。なんかそのでも基準ちょっと嫌だね。頭いいところはそうやってさなんかやってもいいけど、頭とかその成績で分けられてこう下の方の順位の学校はなるべく厳しくしてるっていうのがよく自由それはちょっとよく剥奪してるちょっとよくわかんないね。あとなんか必要以上に厳しくしてるそういうとこって、なんか制服以外にもそれこそいっぱいルールつけてる、なんかコート着てきちゃダメとか、ああしちゃダメこうしちゃダメっていうのをいっぱいつけてるのがなんかなんだろうね、成績悪い子イコールなんかそういう秩序を乱すはなんかちょっと悪いことするってこう最初からそう思ってる大人が決めつけてるみたいで嫌だね。それはそうなんだよ。確かにちょっと嫌なところではあるなと思う。非常にね、だからそこだよねって。まあでも成績がいいところの高校の子たちは多分あんまそういうことに興味がなくて、そこまでしないでしょうっていうことで
いいんじゃないっていう視点じゃないの。まあまあまあ、じゃあなるほど。でも日本のこの校則も結構なニュースになってるから世界的に、海外の人から見たらさ、なんでダメなのってなるじゃん。結構なあれになってるから、まあ変わっていくと思うよ今後。でもそんな早くは変わんないと思う。日本ってだって20年後とかじゃない？アメリカがやってることとか真似するの大好きだからさ、ね、そうそうそう。あとアメリカがなんか一言言うと、はいって変えるからね。ガラッと変わっちゃう。それが変えるからね。だってLGBTQ とかさ、ああいうのも絶対アメリカがやってるから日本も導入していくみたいになってると思うから。でもだいぶ遅いよ。遅いけどね。だって岸田総理がだってなんかだから政治家の発言聞いてるとさ、すげえ遅いなって思うじゃん。なんかいろいろ遅れてるよねって思って、それを、なんか許可するとなんか社会が変わっちゃうとかなんか言ってるでしょ。社会なんてとっくに変わってるのにみたいなさ。まあとにかく日本は難しいよ。はい。まあそれを踏まえてどうですかみゆちゃん。アメリカの方が行きやすい？まあそうだね。でもなんか何でもありだから、ちょっとやりすぎになってるところあると思うけど。例えば何があるの？なんかそういう校則がないからとか関係があるのか分かんないけど、もう本当に先生たちを下に見てるっていうか。でもそれはこっちも一緒じゃない？それ俺らも一緒だよ。なんか俺大嫌いなやつめっちゃめちゃ下に見てるし。なんて言うんだろう、なんかもう先生は友達みたいな感じだから、校則とかがないから怒られることがあんまないじゃんね。そういうなんか注意されるみたいな、服装で、まあドレスコードとか、そういうのはあるけど、なんかやっぱみんな舐めてる、先生たちのことだから注意されてもなんかヘラヘラして、なんか全然やんないしみたいな。そんなんなんだ。僕ですね。それ僕ですね。いやなんかもっとアメリカってなんかちゃんと先生のことを言うことを聞くのかと思った。全然ミスターとかちゃんと呼んでるじゃん。それ言ってるけど、もう全然そうなんだ。うるさいし、まあうちの学年が一番やばかったけど。そう。みゆちゃんの日本の学校が結構いい学校とかお利口だからさ、逆にそう思えるかも。逆だもんね。トラの中学校とかは壊滅だったよ。壊滅的に未だに柄が悪いからね。そうね。俺が何柄が悪いって言われてんのってそこから多分来てるからね。ちょっとそれは分からんけど、まあ地域差もあるだろうね。もう話聞いてると、いろんな生徒の話聞いてると制服とか服全然 OK とか、そんなスカート長さとかあんまり聞かれない子とかもいるし。うちの学校はだってなんか校長先生が全然なんかみんなの意見取り入れてくれるから、だからなんか私服がいいって言った時に1週間私服で着てみようみたいな、試しに着てみようみたいなのがあったし、でも結局制服のが楽だねってなってやめたらしいんだけど。もうだからそれだよね。それだよね。日本が足りないのってさ、なんかだからすぐに一応誰事でも行さ動力だと思う。行動するってのが普通あれじゃん、いいってく感じじゃん。なんかそういうのはすごい良かったと思う。コロナの時も修学旅行が行けなかった子たちのために、なんかユニバに行きませんかとかなんか各クラスでどっか行きたいっていうところに行かせてあげてって言ったら本当になったらしい。なんかユニバに全員行けて、プラス各クラスで行きたい場所に行けたらしい。日本じゃないよね、それ。日本。日本。日本で制服日本もやったの？うちの学校。そう。めっちゃいいじゃん。がやったって聞いた。それはそれは新学校だからね。新しい学校だからね。改装した新設校か。新設校だからね。日本でもね。やっぱ校則も別にきつくないし、そうなんだ。いい感じ。いい学校だね。まあ高校気をつけろよ。なんで？自称心だけには行くのよ。分かんないからそういう言葉。分かるでしょ。自称進学校ね。はい、そういうこと？ろくな高校じゃないからそういうのは。それはまた分かんないけど、でも別に今高校楽しいんでしょ？高校は楽しい。高校とか仲間たちは楽しい。高校時代ってそういうもんだから。中高って学校は楽しいけど、先生たちにいかに反抗するかが楽しいだから。まあね。
そうだよ。大学行くとルールなんか一つもないから急に面白くなくなるよ。反抗できなくて。そう人生の夏休みなんでしょ。人生の夏休みになっちゃうから、そうどんな格好してきてもアフロで行っても茶髪で行ってもパーマで行っても全然何にも言われないから面白くなくて。だから最悪酒飲みながら行っても別に何も動かない。酒はさすがにいかんけど、だからもうなんかつまんなくて黒髪のまっすぐにしたこととかあった。なんかつまらんと思ってあえて。それ留学した時かな、それもあったな。まあでも校則がルールがあってあえてそれを破りたくて楽しんでるっていうのもまあ面白いもんだよ。別に学校が嫌いなわけじゃないでしょ。もちろん。じゃあ今まではちょっと暗いニュースでちょっとしばらく続いちゃったんですけど、はい。ここからまあそんなに暗くないっていうか、ちょっと俺はシンプル気になってることがあって、何ですか？アメリカって要はさ、給食がないわけやん。アメリカの中学校とかって。あるよ給食っていうか、カフェテリア？カフェテリアカフェテリアだよ。カフェテリアで何決まってるの？決まってる。じゃあ今日は何しかダメって言ってかさ。ちょっと選べるんでしょ？そう、サイドが2つ選べ、なんかメインが2つ選べる。2つあって1つ選べる。なんかさ、カリフォルニアの子はなんかお母さんが前日になんかスマホからオーダーするとか言って購買みたいな、そうなの？で決めてピッてやって、でお金もなんかそれで自動で払われるみたいな。お金払わなくて無料。給食。いろいろだね本当に。ココロラドの子も無料で、でもむっちゃくちゃまずいって言ってた。マジで？有料でまずいって言ってたかな。だから最悪って言ってた。美味しかった？美味しかった。私にとっては美味しかった。いいね。そうなんだ。でもね、日本の給食もね、給食美味しくない？いや、まずい。まずい時は好きじゃないな。本当にくっそまずいやつなんだって。まあ美味しいやつもあるよめっちゃ。だけど中学の時って美味しかったけどな。知っとる。知らん。マジで、だからさ、なんかたまにさ、お母さんとかがさ、なんかこういう料理がいいんじゃないかとかってさ、なんか考えたやつとかあるじゃん。あ、そうなの？なんかあったんだって。なんか月に1回とかで、なんかこう、なんかアイデア料理みたいなのちょっと考えたい。が出てきたんだけど、一回それで大事故みたいなのが出てきて、もうこんなもん合うわけないやんっていうね。どういうのが出てきたの？だからどっかのお母さんのアイデアが給食化されたってことでしょ？なんかね、どんなまずかったの？気になるわ。多分メニューの名前聞けば分かる。言ってみよう。白菜と高野豆腐の、なんだっけな、何？豆乳仕立て気持ち悪い。サラダ。サラダちょっと待って、それはもうネーミングでダメだね。まず白菜と高野豆腐の豆乳でうわまずって思ったもん。じゃあ白菜と高野豆腐は合うよね。それを煮たりとかだったらそれは別にいいのよ。あるわ。でも豆乳入れちゃいかんよね。豆乳入れて、しかもそれをサラダにしたらいかんわ。サラダは無理だわ。誰のお母さんがそれ考えたんだろう。何を思って。全員嫌い。多分そのサラダ。それで。残りまくり。まあそれ、小学校の頃の給食なんだけど。かわいそう。小学校って、まあ3クラスでさ、全校生徒何人ぐらいだ？ 100 人ぐらいかな。100人か。まあ 35×3 ぐらいよね。100人ぐらいかな。100人弱。じゃ全校生徒で？じゃあ1学年？びっくりした。全校生徒だった。だから1学年だから100人ぐらいだから、まあその中で、まあ1クラス5人はそれ食べて吐いたやつがいたんだって。マジで？かわいそう。すごいね。でも本当にえらいことになって、それ以降それが出なくなったんだけど、ひどかった。本当に地獄で、俺もクワッと食ったなんて、マジでまずくて、もう本当にもうこれ以上手は進まんっていう、物理的に進まないんで動けないんだってそっからなんか壁があるんだって、こうよしでも頑張って食べようと思ったけど、動かないってそっから先にねどう頑張っても後ろはいけないんだけど、もうこっからいけないんだって。なんかね、友達の小学校は、謎にメキシコ週間があったんだって。でその1週間メキシコの料理しか出てこなくて、
でもさ大人になって食べるとメキシコの料理って美味しくない？美味しいなんかろろねメキシコの料理にタコスってあるっけ？タコスとタコかスなんか豆が多いからタコスってなん嘘か私は結構好きみたいな感じなのね。けどなんか友達のその日本のしかも昭和じゃない平成昭和時代かその昭和の時代で出てきたメキシコ料理はとんでもなくまずかったって。もう1週間マジいらんかったってぐらいすっげえまずいって言ってた。そうなんだメ。キシコ料理ね、うん豆はちょっと私は苦手だけど、うんタコスとか普通に美味しいかも。そうなんかねでもとんでもないものが出てきたって言ってた。でもメキシコ料理メキシコ月間かメキシコ週間か知んないけど、あとはうちの小学校で出てたのは枝豆スープ。枝豆めっちゃまずめっかった。ちゃまずいめっなちゃまずかった。枝豆は好きだよ。枝豆は好きだけど別に美味しそうじゃない？別に枝豆スープでしょ？なんかね枝豆スープ？じゃあ美味しいフレンチのシェフが作ったら美味しいと思う。うんうん給食で出たやつは激まずだった。どんな味なの？どういう？めちゃめちゃ緑色の味。うん青臭いってこと？青臭い。ほんと青臭い。枝豆と牛乳を混ぜただけじゃねって感じの。ちょっと待って、牛乳だった牛乳なの？ぽいなポタージュだもん。枝豆ポタージュみたいな。マジでまずかったよ。じゃあ枝豆好きだけどもう見た瞬間これダメだねやつって分かったもん。でもうなんかそれこそ吐いてる人続出っていうか残す人続出っていうかすごかったそれは。なんかそうだよね。なんかさ、やろうよやれないよね。何が？なんかさ、なんか残すとさ、なんか先生からなんかちょっとなんか言われるやん。うん言われるの今って。言われるうちらはダメだった先生もいるね。てかさ、昔さ、なんか昔ってか俺らはさ、なんかこう給食さいっぱい食べるやつがいたじゃん。めっちゃいっぱい、おかわりしまくるやつとかね、いたんだけど、なんかもう伝説のゲロまずサラダが出た時、高野豆腐と白菜の。そんでめちゃくちゃ食ってるやつがもうまずすぎて食ってなかったなって、でちょっと余ったんだけどちょっと食べてくれるっつって無理やり継がれて、かわいそう。かわいそう友達。ほぼ山盛りだよ。かわいそう。ほんでどうなった？めっちゃ泣きながら食ってた。かわいそう。いじかわいそうめじゃん。それは。でも先生は別にそんな本当に先生はただもう罪悪感もなく、食べてなかったからね。だから先にもうだからそういうのやってそういうの作業終わらせてから先生は食べるから。かわいそう。ただの事故なんだってあれは。いやだから本当に考えたお母さんが大罪なだけ。いや、考えたお母さんもそうだけどさ、それを実現したそうなんでそれ側もそうじゃない？そう実現しようって思った大人もちょっと罪だ。承認したのもバカだよ。そうだね。気づくやそのまずいコンビネーション。豆乳のサラダ。もう豆乳のサラダ時点でもう無理やん。豆乳の時点でまずっと思ったのにサラダって聞いた時うわもう終わってると。そうスープかと思ったんですよ。そう煮込みとかさ。そう煮込んでうわないサラダうわ気持ち悪い。本当にただ高野豆腐サラダが高野豆腐と白菜がポンって置いてあってそこに多分豆乳かけただけ。みゆちゃんの気持ち悪い激まず給食思い出ありますか？日本アメリカどっちでもいいな。逆に両方気になるけど、どっちでもいいな。日本はみかん。みかんなんかめちゃめちゃ美味しいやん。じゃあみかんじゃないんだけどなんていう名前か忘れたね。すっごい苦いみかん。何それ？ポンカン。わかんないけど金柑かな。金柑ってちっちゃいやつだよ。ばあちゃんはよく買ってる。違う普通くらいのみかんで出たんだけど、青いやついや普通にみかん。見た目はみかんなんだけどめっちゃくちゃまずくてまずいっていうか苦くて、でもうみんな全員半泣きで食べてた。何それ？何そのみかん？私はまずすぎて、もう給食セットの中入れて、家持ち帰ったんだけど、でそれ誰が食べたの？ばあちゃん。おばあちゃん最悪や。あんた最低やね。ばあちゃんどんな風に普通に美味しいよって言ったけどこの人おかしいなって思ってさ。後でばあちゃんに聞いてみましょう。覚えてるかな？何が食べたのかでも本当にまずくて、みんなはもうこれを食べないと死ぬと思って食いなって言いながらみんな食べてて、いやクソまずかったねあれは。アメリカで一番まずかったの？アメリカはなんか大君がさなんかチキンがなんか鶏肉がゴムの味がするって言ってたけど。いや鶏肉は美味しいよ。何があれなの？
私はあんまないかな。みっちゃんバカ舌説ある？いや普通に美味しいんだって。なんかブリトスみたいな。何それ？ブリトスなんか具が中に入ラっててップされてるやつね。こう、パタパタってなんかさ、なんて言うんだろう、なんて言うんだっけね、あれトルティーヤみたいな生地で、トルティーヤっていうかなんかこう薄いさ皮でそう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 具があってこう包まれてる、ちょっと長方形のやつがあるんだけど、ケンタッキーのさツイスターあるじゃん。あれの多分中身がなんだろう、鶏肉じゃなくてなんか何が入ってんだっけそれ。私が食べたやつは豆だった。それ好きかも。豆とチーズだったんだけど、チーズいらんな。じゃあ本当にそれがちょっとメキシカンなのかな。チーズは良かったの私的には、豆が本当に無理で、じゃあメキシカンの豆って本当にやばいんだって。甘い？いや私はやばいの。なんかパッサパサしててなんか本当に無理だった私は。私それいけるかも。本当？一回オーストラリアでメキシカン連れてってもらった時に、豆どっさーって乗ったプレートあって、あとそれとそれこそなんか横何があったかなサイドでも豆めっちゃ美味しかったもん。甘いのもいろんな普通の味のも混じってて美味しかった。スパイシーで。もうほんとそれだけは無理だった。豆が嫌いだからでしょ。私はいけるわ。はい、校則と給食の話でしたが、怒りは収まりましたか？結局あなたがそのクラスのね、そのクラティを着てって怒られたことを愚痴りたかったっていうことでしょ？はい、もう世界中の皆さんにお伝えしたかっただけです。本当にこれについてはどう思いますかということを問いたいので、ぜひコメントの方を、いつも以上にぜひよろしくお願いいたします。みんなわかんないんじゃないかな。みんなわかんないじゃない？そのクラス T シャツっていうのは。まあとりあえずクラスで作った T シャツ。はい。まあ大変だね日本の学校はっていうコメントが来ると思います。はい、校則が厳しい学校のトラブルの愚痴を聞いてくださり本当にありがとうございました。このスクリプトもウェブサイトの方から見ることができます。そして YouTube の字幕でも見れるようにしますのでお待ちください。それから、Instagram の方もフォローしていただけると嬉しいです。はい。はい。チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、みゆちゃん何かありますか？またゲス話を持って帰ってくるので楽しみに。まあ、つまり今ので第3回が決定いたしましたので。第3回が決定しましたよ。あればですけど。必ずあります。必ずあります。はい。あと数ヶ月ぐらいで帰ってくるかもしれないですけど、その数ヶ月で。そう、3ヶ月間また行くんだけど、まあその間にネタがあるか分かんないけど。ありますね。10個持って帰ってきますね。男の子のこれが嫌だった、あれが嫌だった。楽しみにしていらっしゃる皆様、ぜひ楽しみにしてください。楽しみに。これが嫌だったじゃないからね。好きだったけどそれで冷めただから、ね、そこが怖いね。はい、皆さん第3弾もまたお楽しみにしてください。はい。